こんにちは、漫画ナリストのみやかです。今回は1巻のラストで衝撃展開を迎える青のフラッグを紹介します。この青のフラッグはジャンププラスで連載されていたんですけど、連載が始まった当時、物語の展開や雰囲気がジャンプっぽくないと話題になっていました。青春恋愛物語なのですが、ただの青春恋愛物語だと感じるのは1巻に収録されている第5話のラスト手前までです。青のフラッグはサスペンスともミステリーとも違う淡くて切ない伏線が散りばめられています。この漫画のポイントは最終話まで目が離せない純愛物語で、衝撃展開を迎える5話に鳥肌が立って読み進めるにつれて読み返したくなるです。構成力の高さに言葉を飲みます。では紹介していきます。チェケラ漫画アナリスト。青のフラッグはカイト先生が少年ジャンププラスで連載されていた漫画です。学校で目立つことのない高校生の一ノ瀬太一は親友も恋人もおらず心が満たされない冴えない日々を送っています。そんな太一は高校3年生になって漠然とした不安と期待が入り混じる人生の岐路の最中に三田斗真と久世双葉という2人と同じクラスになります。斗真は高身長で運動神経抜群、何をやらしても器用で人当たりも良く、ユーモアもあり、常に女子からの注目の的という絵に描いたような、いや絵には描いてるんですけど、リア充な高校生です。太一とは住む世界が違うような斗真ですが、実は2人は小学校からの幼馴染です。そして双葉はどんくさくていつもうつむいています。太一は双葉と高校1年生の時から同じクラスですが、一度も話したことがなく、またあまり好ましく思っていません。その理由は自分の目に映る双葉を自分と重ねてしまっていたからです。幼馴染の太一と同じクラスになった斗真は太一にちょっかいを出して話しかけるんですけど、太一は斗真に引け目を感じていて苦手意識を持っているため関わろうとはしません。そんなある放課後、太一は双葉と本屋さんで遭遇するんですけど、それをきっかけに双葉から斗真への恋心を打ち明けられ、協力してほしいと頼まれます。どんくさくて引っ込み思案な双葉に自分を重ねていた太一ですが、双葉の変わりたいという思いに心を動かされて仕方なく協力することになり、高校3年生の一筋縄ではいかない青春の純愛物語が幕を開けます。というのが青のフラッグの冒頭部分です。青のフラッグの物語の核となる部分が見えるのは1巻に収録されている第5話です。そこまでは登場人物が青春と恋愛を楽しむ漫画なのかなと思わされるのですが、衝撃の急展開を迎えます。青春と恋愛を楽しむ点については間違ってないんですけど、5話のラストは目を見開きましたね。そしてその後に慌てて1話から読み返して繊細に貼られていた伏線を探しに行きました。これはそういう表情だったのかみたいな気づきが結構あります。あと青のフラッグは8巻で完結しているんですけど、最終話まで読んだ後もね、読み返したくなります。いや、話が進むにつれて読み返したくなります。また登場人物の表情がとても豊かで、心理描写が丁寧で細かいので感情移入してしまうシーンも多いです。物語の主要人物は太一、斗真、双葉、そして双葉の友人でクールで気の強いイタチ・マスミの4人なんですけど、他にも斗真と一緒にいる仲のいい友達などが登場します。みんなそれぞれ自分の考えや意見を持っているので、友達同士でぶつかる描写もあります。生きていると誰かの作った当たり前がまるで世界共通の当たり前かのように扱われていることに多々直面しますが、誰かの当たり前が自分にとっての当たり前ではないことは結構あると思うんです。深掘って作品を紹介すると物語の核となる部分に触れてネタバレするので避けますが、誰かへの好きという気持ちもみんな同じ好きではないですし、人を好きになる気持ちに正解も不正解もないよねと強く思いました。
複雑な内容ではあるんですけど、とっても読みやすい作品です。青春に染まる純愛物語の青のフラッグは少年ジャンププラスで読めますので、チェックしてみてください。漫画アナリスト。はい、いかがでしたでしょうか？青のフラッグは完結しているのもあって、検索すると漫画の核となる部分や最終話のネタバレが出てくるんですけど、できればネタバレ情報なしで読んでほしいです。あと、一コマ一コマのキャラの表情だったり、目線にも注目して読むと、より作品を深く味わえると思います。今回はここまでです。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。次の動画もまた見てくださいね。チャオ